はいどうも、いつきんです。本日の動画は珍しくまだバランス調整が来ていないんですが、調整対象の英雄を紹介していこうかなと思います。で、今回は実験体セズを紹介していくんですが、この英雄今結構強くて、かなりいい場面もあったりもするので、弱点もね、もちろんあるので、両方を紹介しつつ、今ね、ピックアップがちょうどされていて、来週バランス調整と同じ日にね、切り替わってしまうので、その前に引いておくかどうかっていう悩んでる人もね、いると思うので、今日ここで実験体セズについて知ってもらえればなと思います。で、この英雄は実装当時はまだ消滅がいなくて、かなり珍しいキャラクターではあったんですが、だんだんね、消滅系が増えてきたりして、なんだかんだこう使いづらい。スタンしてないと使えなかったんで、そうなるとちょっといまいちかなっていう英雄だったんですけど、今の環境、スタン使える英雄がもうわんさかね、増えてきて、アロエルだったりとか、タイウィンだったりとか、あとはソリタリアなんかもスタン使えますね。ソリタリアだったり、限定キャラで言うとウィンター、これ2ターンスタンできるんでね、かなり猶予もあります。っていう風にスタン使えるキャラクターがめちゃくちゃ、増えました。っていうのと、あとバフをつけれるキャラクターも増えましたね。例えば一撃必殺を持っているリリアスなんかもバフをつけれたりだとか、あと最近で言うとリリカ、弱体効果を付与すれば、このリリカも一撃必殺のダメージを出すこともできるし、で何よりこのリリカとこちら白銀のアラミンタ、こちらのね、相性もめちゃくちゃ良くて、このアラミンタもスタンを付与することができるので、ちょっと確率はね、低いんですけど、スタン付与して、せずにつなげることもできるっていうことで、結構ね、バリエーションが増えたんで、今の環境せずはかなり使いやすいキャラクターとなっています。ただ、一つ弱点がありまして、今の環境だとものすごい強いんですが、神秘のね、ピックアップスケジュールを見てもらえば分かる通り、これ次回のね、18日ちょうどセズが強くなる、そのタイミングですね、ピックアップされるこの竜王シャルン。こちらの性能動画はまた後日上げる予定なんですが、今軽く触れるとですね、プリーストなんですけど、スタンと睡眠をターン開始時に、味方全体解除してしまうっていうキャラクターになります。なので、今セズめっちゃ強いんですけど、このシャルンが来ちゃうと、ちょっとスタンとか睡眠が弱くなるので、使いづらくなるかなっていう感じですね。本当にね、かわいそうですね、セズが。せっかく強くなったのに、また使いづらくなってしまう。ただ、使える場面はゼロではない。例えば相手にね、油断させて、竜王シャルンを取らせないようにした上でセズを取るっていうのもめちゃくちゃ強いと思いますし、やり方はね、いろいろあると思うので、十分活躍はできる英雄だと思います。で、何より、防御無視でね、スタンさせれば、一撃で倒して消滅もさせれるっていうことで、最近多い、闇ユピネなんかにも特攻が、つきますので、そういった意味でかなり強いかなと思います。で、バランス調整の対象の、内容なんですけれども、この反撃、エルブリスがなくなって、その代わり回避率、デフォルト 50% が内蔵されるので、攻撃されても落ちにくいキャラクター、で、セズってなんだかんだ反撃とかに弱かったんですね。反撃されると、やっぱりアサシンなんでがっつり体力削られて、そのまま倒されてしまうみたいなことが多かったんですけど、回避することでそういった場面を避けることもできます。で、今日準備したバトル動画にも反撃を食らってるシーンあるんですが、回避がついていれば、良かったなっていう場面がいくつかあるので、その辺もね、見ていきたいと思います。で、装備は今もうこの、ステータスで組んでいます。これ、バランス調整後もね、これで使っていこうかなと思います。で、異物はね、攻撃をつけて回避率 70% になるようにしてます。今はね、20% しかないですけれども、これがバランス調整後は 70% になるので、結構ね、いやらしい英雄になると思いますよ。はい。というわけで、動画の方ね、見ていきたいと思います。はい、そうしましたらまず1戦目ですね。先ほど紹介した白銀のアラミンタとリリカを使った、コンボになります。相手にスピード系がいなければナユル、280ぐらいでもね十分上取れると思うので、上を取った後、リリカが起動してで封印はね好きなキャラクターにつけてください。もう正直、ワンショットに近いので、誰につけても同じです。でリリカで、厄介なやつをね倒していきます。
順番はこれもどこでもいいですかね。ルルカ行ってもいいですし、他のキャラクターナイト行ってもいいと思います。で、全体攻撃をすることでアラミンタがゲージアップしてセズを追い抜かしているので、あとは全体スタンを入れて、お好きなキャラからワンパンしていくと。いや、これね、気持ちいいですね。45,000出てますからね。剣バフなしでこれですから、これはね、今のセズでも十分できるコンボになってます。特にこう回避を使わないような形ですね。回避は何がいいかっていうと RTA とかでワンチャンス残すっていう意味での性能なので、通常使いする分には別にあってもなくてもいいっていう感じですかね。で逆に今ね、反撃がこう無駄に出てしまってあんまり望んでない反撃っていうのが結構あるので、それがなくなるだけで単純に強化かなと思います。前回のねバランス調整でついた反撃なんですけど、正直いらなかった性能なので、それがなくなっただけでも十分使いやすくなったと思います。で HP が削れれば、デフォルトで 30% 防御力貫通持ってるので、十分にねダメージも出すことができると思います。剣バフなしで9000ぐらい出てるんで、柔らかい英雄とかだったら1万超えは余裕で出るんでね、スタンが切れた後も HP 減らしていればね十分削り切ることができます。はい、もう一戦ね、アラミンタとリリカのコンボ。今回は起点がルアからいってます。さあルアもこの一撃で、リリカを誘発することができるので、全体攻撃出た後にアラミンタが、上がってきて、でスタンを入れると。これがね一番使いやすいですね。アラミンタがダグエルの書を持てるので、ルアとかあとナユルっていうのが根力を使ってね最初に動くことができるんで、ベリアンさえいなければこういう編成はもう簡単にせずで倒すことができます。であとはスタンを入れて、さあ肝心なやつに入らなかったんですけど、1人でも入ればねそっちから落として全然間に合います。でリリカがこれ根力を使えばスタン入れれるんで、それも強いですね。順番とかを見計らって、今回ね先にユピネ倒したいので、タイミングがあった場面で、やりたいですね。さあここ反撃、これはね今のせずにしかできないですけど、反撃でスタン、運営としては前回こういう使い方を想定してたんでしょうけど、ちょっと今の環境には向かないですかね。チェルミアとかが出てくると厄介ですからね。さあ今回はスタン入ったんでね狙いましたが、もしあそこで反撃スタン入ってなくてもリリカでね根力 100% スタンできるんで、十分に倒すチャンスはあるというような感じです。で全体攻撃食らった時に今回デバフ食らっちゃいましたが、今後はね調整後は回避することができるので、剣バフを逆につけることができると。はい、続いては上から行くパターンです。相手が速い場合はこちらも速い編成で挑む必要があるので、こういうジオとかルアで、上を取って、で、前回の、別のね動画でも紹介したベロニカ、こいつもですね根力使えば効果抵抗無視で撃爆でスタンをつけることができたりとか、抵抗率の低いキャラクターであればそのままねスタン入れることができますので、今回は、根力を使わずにねベロニカでスタンを入れていく。さあスキル3でクリティカルが出れば追加ターンを獲得。さあ爆弾ついたんで撃爆しますと。でゲージアップを持ってるんで今ね先にシューが動くはずだったんですが、ゲージアップによってセズが上に上がってきて消滅するという風にこうコンボをね決めることができます。いや結構ねなんだかんだこう忘れてて使ってないっていう人が多くてあれなんですけど、割と強いですねセズ。闘技場とかだったらもうダントツで使いやすいかなっていう気がするので、
で HP 減ってたらそのまま数値すると。で数値した場合でももちろんターン減少しますんで、倒せればもう無限にスキル3打てますからね。でこのナユルのスキル3も、今回運よくね回避しましたが、バランス調整後も回避できる確率が高いと。やっぱなんだかんだ回避英雄強いですからね。もう回避されるだけでワンチャンス出てくるっていうのが強みだと思います。はい、続いてもスピードの速い相手に対して、今回はリリアスが相手なので、ドミニエルで上を取りに行くっていう形ですね。今回相手のリリアスが遅かったんで、普通に上取れましたが、こんな感じで、今回はウィンターとベロニカのスタンコンビで、リリアス、これは RTA に近いですかね。リリアスがいた場合はベロニカで倒しきって、スタンはウィンターに任せるって感じで、さあこれで準備が整いました。リリアスのデバフは消せるので問題なし。そしてウィンターが再びスタンを得れると。意外にね、結構いるかもしれないですけどね、この闇ユピネが台頭してきたタイミングで消滅を持ってて防御力無視持っているセズを使い始めた人もいるにはいるかなとは思うんですが、僕はもう完全にね頭の隅っこに行ってたので、本当に最近使い始めましたが、かなりね使いやすくていい感じです。俺の殺さないではお前じゃない。命乞いでもしたらどうだ。どけ。勝負をかけよ。はい、続いてはまだまだスタンいます。アロウェルとソリタリア、この2人と、あとさっきねバフとして紹介した木のリリアス、限定リリアスでバフをつけつつ、正直ねバフなくてもねワンパンできるんですけど、一応バフありバージョンもっていうことで、打っていきましょう。リリアスでライダークラウを削り、これゲージアップできるのもね偉いですよね。スタン入れた後すぐ相手の後ろにねつけていた場合追い抜かして消滅決めることもできます。このダメージ、これねセズの火力めちゃくちゃ高くて、この前衛アウリウスとかで肩代わりした英雄ごと葬るっていうのもね全然できるんで、いやなかなかねいいですね。さあもう相手のね要であるユピネを倒せば問題なしで、ソリタリア運が良ければスタンを付与できますが、今回は残念ながらスタン出ず、でも問題ないでしょう。スキルにもね結構強いんですよね。これまだスキル振ってないんですけど、6000ぐらい全体で出せるんだったら十分強いかなと思います。で削って削って、で削りきれそうだったら3打てばいいですし、今回ねちょっとミリ足りず残っちゃいましたが、十分な火力は出ているかなと思います。計画通り行こう。私の手を汚したことを光栄に思うんだな。はい、というわけで実験体セズを紹介してきましたがいかがだったでしょうか。決してねセズを引けっていう動画ではないんですけど、いいところもありますよというようなね紹介なので、悩んでいる人はちょっと考えてみてもいいかなと思いますが、シャルンについては引いておかないと RTA とかで逆にこうシャルンを持ってないとセズを出されるっていうパターンも考えないといけないので、こうセズが強くなればなるほどシャルンの価値も上がってくるっていうちょっといやらしいねピックアップの仕方をされてるんですけど、セズを持ってない人でってなるとシャルンの方がまだわずかに僕の中では上回ってるかなと思うので、どうしようかめっちゃ悩んでる人はねちょっと一旦落ち着いて、シャルンがいないと自分がセズを使われた時にどうするかっていうのを考えてからねガチャをした方がいいかもしれません。はい、というわけでバランス調整後のセズも使っていきたいとは思いますが、現状でもね結構
使えるということで、これが果たして竜王シャルンの実装までの命なのか、バランス調整と同じタイミングで使えなくなってしまうのか気になるところですが、ぜひね使っていこうかなと思いますのでよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。